こんにちは、ナオミンです。Hi everyone, I'm Naomi. 大家好，我是直美。今回はですね、ドゥマゲテ現地に在住のコーディネーターの方に、お話を聞いたので、その方からの情報をこちらでシェアしたいと思います。保証はできませんので、あくまで参考までに聞いていただければ幸いです。私がお話を伺った時点でフィリピンのドゥマゲテに、現地に7年間住んでいらっしゃる大阪出身の女性が運営する助け人さんにお話を伺いました。助け人さんのホームページは概要欄に置いておきます。とっても話しやすくて親身に相談に乗ってくださって惜しみなく情報提供いただきました。で無料相談だったんですけど、もう90分以上みっちりお話をさせていただいて、でいいことばっかりを並べるんではなくて、現地で生活する人ならではのリアルな事情を包み隠さず教えてくださったなと思ってます。とても信頼できる方という印象です。まずドゥマゲテの呼び方なんですけど、実は定まっていなくて、で発音はドゥマゲテらしいんですけど、でも誰がどう言い始めたのかわからないんですけど、ネットではなぜかドゥマゲティの方が、情報が多くヒットするみたいですね。はい、元は何語なんでしょうか。わかる方はぜひ教えてください。人口は約13万人ほど。そのうち外国人を含むかどうかはちょっと不明です。で学校の数は、私立の小学校から中学校が21校で、幼稚園から大学を含めると35校から36校ということで、その中で日本人が在籍しているのは 9から12校だそうです。でコロナ前の話なので今は並行したところもあると思われます。現地の学校に通うにはまず現地に観光ビザで入国して、それから SSP というスチューデントビザを、取得しなければなりません。でこの、SSP スチューデントビザは、高校生までは学校側が手続きをするみたいです。でこれにかかる費用は4000から1万ペソです。でフィリピンは長期滞在であってもまずは、観光ビザで入る。そして観光ビザは、滞在期間に応じて、都度延長していくという形みたいですね。で、滞在期間なんですけど、助け人さんのおすすめは2年間の滞在だそうです。で、語学力がある程度身につくにはやっぱり、確かに1年ではちょっと足りないかもなっていう私も肌感覚としては同感してます。で、年度なんですけども、6月から8月に、年度が始まります。で学校の時間は7時15分から8時の間にスタートして結構早いですよね。で11時45分までが午前の授業で午後の授業は1時からですね。なのでお昼休みの間は、お弁当を持ってくる子もいればテイクアウトを取る子、それから食べに行く子が、家に帰って家で食べる子など様々だそうです。幼稚園の場合は午前または午後どちらかに通うことになるそうです。で午前がやはり人気なので、例えばもし A 園の午前が落ちて午後しか通えなかったとしたら、別の B 園の午前に通うというパターンもあるみたいです。で、グレード7までは必ず親が送迎をしなければならないそうです。なので母親はちょっといろいろ忙しいので、現地ではもう子供のマネージャーに徹する、割り切るということが大事みたいですね。で、正規とビジターの2種類で在籍することができますが、ビジターでは、成績証明が発行されないし、通学証明も発行されないみたいなんです。なので日本に帰ってから証明が欲しい人はそこはちょっと注意が必要です。出願に必要な書類としては、学校からの、英文成績証明書を教育委員会に出してもらうこと、そして成績証明は A とか B とかの成績ではなくて100点満点中何点かという表記にしてもらう必要があるそうです。また住民票の原本、コピーで OK の場合もあるそうです。とその英文和訳を添付することで、写真は現地で撮るそうです。サイズの問題で現地で撮る必要があるみたいです。で入学試験っていうのは特になくってで成績証明を出しますけど成績のせいで落とされたっていう例はないそうです。で入ってから面接などで英語力や年齢などを見て入る学年を調整されたり、あとシャドーチューターって言ってその学校が決めるチューターをつけられることもあるそうです。はい、続いて家賃なんですけども、家賃の相場は1万2000から
3万2000ペソほどで、多くの場合は1万6000円から1万9000ペソのところに住んでいらっしゃるみたいです。で、間取りとしては 2LDK くらいで、家具付きの物件が多いそうです。で、家具としてはダイニングテーブル、ソファー、TV、ベッドなどで、食器が付いている場合もない場合もあるそうです。で、プール付きの物件なんかもあるみたいなんですけど、結構離れていたり、あとプールに入りたければ外のプールに遊びに行ったりもできます。で、国際運転免許証があると1年以内に90日間は運転が可能です。あとそれと、一応国の規定として家庭教師を雇って自宅で勉強するのは NG とされているんだそうです。だからその掲示板とかで家庭教師を募集するのはちょっとダメで、なので、みんな知り合いを伝って紹介してもらったり声をかけたりしてるんだそうです。で、家庭教師の相場は1時間で150ペソほどプラス交通費で、フィリピンはまだ、現金社会みたいなんですよね。なので、外国人はクレジットカードを使って ATM からペソを下ろしている、現金のペソを下ろしているそうです。下ろすのは1回につき2万ペソまで引き落とせるそうです。送金について、ワイズでの送金にはデマゲッテで現地の口座が必要みたいです。最近では G キャッシュという電子マネーも普及しつつあるみたいですね。で、生活費に関しては、家賃込みで親子3、4人で月に15から18万円程度で、医療保険は、病院にかかってもそんなにかからないので保険に入る方がむしろ高いかもだそうです。その代わりあらかじめ病気の英語名、そしてジェネリックの薬の名前を、調べておくことはマストです。そしてまた入国に関してですが、フィリピンに入国する際は観光ビザで入るので、長期滞在予定者であっても1ヶ月以内に出国するよというチケットを持っていないといけないんだそうです。で、結局だからそれは長期滞在ではその帰りのチケットは使わないことになるので、捨てチケットと呼ばれるそうです。なので、安い行き先のタイとかマレーシアとか台湾あたりが良いということです。で、あと学校に関して、その日本に帰国してから、帰国子女枠で入試や編入を受けるつもりの場合、入りたい学校の帰国子女枠の規定を必ずあらかじめ確認しておく必要があります。学校によっては親の仕事の都合で駐在した場合でないと帰国子女としても認められない場合があるからだそうです。で、日本で支給される児童扶養手当みたいなものですね、子ども手当みたいなそういうものは、フィリピンの滞在中にもらえるかどうかは、自治体によって違うので、それぞれ注意が必要です。などなど現地で長く住んでいる人ではないとわからない情報もたくさんもらいましたし、ドバゲッテの話が現実的になった時にぜひこの方にお世話になりたいなと思いました。はい、今回は以上です。次回は、ドバゲッテに行くことになってからのその航空券の予約だったり、実際の動きについて、お話ししたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。See you!